はい、どうもアニマル兄貴です。今日もですね、イルカの生態をご紹介したいと思います。これまでイルカ全般の生態だったりとか別の動画紹介しているので、そちらを見てください。今日は一つ面白い生態をご紹介します。イルカってすごく賢いですよねっていうところで、どれぐらい賢いかっていうところを今日ご紹介できればと思います。水族館とか行くといろんな芸とかバーンと飛んだりとか、いろんな指示で動いたりとか、小さなアクションを覚えてちゃんと実行できるっていうところはすごく頭がいいっていう証拠ではあると思います。実際に本当に賢いのか。イルカって動物の中でも人間に次ぐ脳と体の比率っていうのが言われていたりします。どういうことかというと、脳の大きさと胴体を比較した時のその比率が人間とほぼ一緒っていうような感じなんですよ。なのでイメージで言うと、もう人間をそのまま水中に入れた動物みたいな、そんな感じの脳の比率になってるんです。なので実はイルカってものすごく賢いんじゃないかっていうのが言われていたりはしますと。動物の知能を測るときに鏡像認知っていうですね、鏡を見た時に自分っていうことをちゃんと認識してるのかどうかっていうような、そういう実験があるんですけども、イルカにさせた時にちゃんと認識していたっていうことが分かって、そういったところからも賢いっていうことが言われていたりします。賢さっていうところを考える上で問題の解決能力もあるっていうふうに言われていて、過去された実験の中で水中に重りをバーッといっぱい置いた時に、その重りを全部持ってきてくれたら餌をあげるよねっていう実験をしたら、1個ずつ重りを持ってくるんじゃなくて全部を一気に集めて持ってくる、どんどん行動が変わっていったっていうような研究がありました。なので効率化するためにはどうしたら一番いいんだっけっていうところをちゃんと計画を立てたりとか、未来どうなるかっていうのを予測して行動しているっていうところがやっぱりイルカの賢さの表れかなっていうところは言われていたりします。ちょっとここから怖い話になるんですけども、実は2年前2018年の5月ぐらいに出た論文の中で紹介されてたんですけども、イルカって個体ごとに実は名前とかを持ってるんじゃないかっていうことが言われていたりして、シグネチャーホイッスルっていうイルカの個体ごとにある独自の鳴き声みたいなものがありまして、それを録音してその個体に聞かせたところ、その聞かせた音に対して返事をしたっていうような実験があって、個体ごとに例えば A 君とか B さんとかっていうのを呼んで個体のコミュニケーションを取ってるっていうことがその研究の中で分かったんですよね。その研究もっと怖いところが、イルカ同士で同盟と組んで群れ同士で戦ったりとか、餌を取る時に協力したりとか、人間と同じような感じでちょっとあいつはぶろうぜとか、あいつちょっといじめようぜみたいなことは多分起こっているし、そういうコミュニティの中での衝突とかコミュニティ内での分離とか起こっているっていうのが分かってきたので、実はああやってニコニコってしてるけど、海の中では泥沼というか、そういうイルカ関係みたいなことも起こってるってことが分かってきた。それ以外でイルカのやっぱり面白いところってエコーロケーションって言って、日本語で言うと反響定位っていうような言葉なんですけど、音波とか超音波とかっていうのをバンと飛ばして、その飛ばした音が物体に当たった時に反射が返ってくると。でその反射によってその物体の方向、距離とかその大きさを知れるっていうのがエコーロケーションだったりします。で他にもコウモリだったりとか、イルカって実はクジラの仲間ではあったりするので、もちろんクジラ使えたりします。こういう技を使って実際に狩りをしたりですとか、障害物にぶつからないようにしたり、ここまで紹介してきたんですけど、やっぱりイルカってすごく面白いところがいっぱいあります。今後動画でもイルカが実はドラッグしたりとかいじめしたりとか、子供を殺したりとか、結構裏でやばいこといっぱいやってるので、その生態も後日紹介しようと思いますのでよろしくお願いします。では人と動物を近づけるアニマル兄貴でした。バイバイ。